お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。今日は煎茶や玉露など揉みながら乾かすお茶の作り方を映像でご覧いただきます。宇治茶で有名なお茶としては抹茶、煎茶、玉露ってあるんですけども、作り方としては蒸すまでは一緒なんですけども、そのまま乾かすか揉みながら乾かすか、この2通りなんですよね。で、その中で、昔は手もみで、揉んで乾かしてたんですけども、今は4つの機械を使って揉んでいます。で、その流れをですね、今日はご覧いただきましょう。さあ、こうやってね、蒸すところから始まるんですけども、なかなかね、これから難しいんですよ。で、私が行ってる茶園っていうのは、茶工場が本当にね、古い機械ばっかりなんですよね。なので、今とは違って、今はもう全部オートメーションで全て作られてると思うんですけども、手で全ての動作というか行動をしなきゃいけないんですよね。で、まず、綺麗にですね、鳴らしてあげながら蒸して、で、それを蒸したものをもう香りを嗅いだり手で触ったりとかしてうまく蒸せてるかっていうのを確認しなきゃいけないんですよ。で、その蒸した後はですね、揉む機械に入れるんですけども、その蒸す段階でね、結構味って決まってくるんですよね。特に香りがね、蒸しが浅いとですね、ちょっと青臭い香りになったりするんですよね。なのでしっかり蒸した方がいいんですけども、しっかり蒸すとボロボロになって粉だらけになってしまったりするという、その加減っていうのが結構難しいんですよ。で、今度その蒸した葉っぱをですね、この素重機っていうのに入れていくんですけども、これ最初蒸した葉っぱはもうビチャビチャなのでね、機械にまとわりつくんですよ。そういう風なのを取りながらね、手でこれくらいかなっていうのを調節しながら、火の強さ、そして風の強さでうまーく乾かしていく。これがね、本当に手の感覚なんですよね。で、それを最初120度くらいの温度の熱風からですね、徐々に落としていって、風も徐々に、弱くしていって、で、ちょうどいいくらいに乾いてきたっていうところで次の工程に行きます。で、次はですね、今度は火を使わずに、そのまま揉むんですけども、最初のその揉んだ時にですね、葉っぱはだいぶ乾くんですけれども、茎の部分が水分が残るんですよね。で、それをしっかりとですね、同じような水分率にしなきゃいけないっていうことで、こういうその10年期っていうんですけども、これをしっかりこうぐる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 するんですよ。ただ、これは個人的にはちょっと感覚がね、どれくらいになったらいいかっていう見た感じではよくわからないっていう、なかなかね、難しい機械ではあるんですよね。で、そうするとね、うまくこう、しっかり混ぜるというか、揉むと、肥料が多いと団子みたいになるんですよね、塊が。で、その塊をほどいてあげないと、ちゃんとうまいこと伸びていかない。で、そういう機械をした後に、こういうぐるぐる回る中重機っていう機械でですね、さらに乾かしていきます。で、またちょうどいいくらいに乾かすっていうのはまたこれ手の感覚でですね、一回一回チェックしなきゃいけないんですけども、ちょうどいいなっていうところで出すんですね。で、それから最終的な機械である製重機っていうところに入れていきます。で、この製重機で最終的にこう、お茶の葉っぱ同士でですね、揉むことによって細長い形にするんですよね。で、重りがあって、だんだん強くしていくんですけども、これが難しいんですよ。最初に重りをいっぱい引いてしまうと、ぺちゃんってなったりとか、あと、ベタベタになったりするんですけども、重りを引くのが遅くなると、表面だけ乾いて、中に水が残って、ふわふわというか、しっかりした揉み込めないお茶になるんですよね。で、そういう風なのをまたこの手の感覚でこうしっかりこう触りながらですね、まだ水分があるな、じゃあもうちょっと乾かそう、水分がなくなってきたな、じゃあ重りを加えて徐々に、中の水分をまた出そうっていう風なことをですねやりながら、また最終的に重りをきつくしてからまた弱くしてっていうことでこう形を整えていきます。で、最終的にちょうどいいなっていうくらいになったら、そこでですね、揉み込みは終了します。
で、そうする、しっかり揉めばしっかり揉むほど、渋み、苦みっていうのが減るんですよ。で、それで、その後、長期保存できるように、乾燥機っていうのに入れて、最終的に水分をだいたい 4%、5% くらいですかね、まで落として、最終的な粗茶っていうのが出来上がるっていう。で、これ、同じ機械を使ってですね、同じように作るのが、煎茶と玉露なんですよね。だから見た目的にはほとんど形は一緒なのでわからない。じゃあ何が違うかっていうと育て方が違うんですね。葉っぱの段階で太陽の光を浴びていると煎茶。で、太陽の光を遮って旨味甘みを蓄えると玉露。こういう風になるんですよね。なかなかね、この変化していく。だいたいこれ一番最初蒸したところから最終的な製品になるまで、粗茶になるまで、だいたい4時間くらいかかるんですよ。で、常に私のところでは古い機械なので、全て手の感覚でやるので、この、どれくらい次の動作、次の、行動、機械に輸出するにはどうすればいいかっていうのは、もう常に見ておかなきゃいけないっていうのがね、大変なんですよ。まあ今ではですね、他の工場とかで多分オートメーションでね、しっかりそういうセンサーとかで水分率を調整したりとかすると思うんですけども、こういう風にして私は玉露を作っております。はい、結構ね、手間暇かけて作っているので、ぜひですね、皆さん、煎茶や玉露、揉んでいるお茶をですね、飲んでいただきたいと思います。結構ね、同じように作っていても味が違うんで、これがね、難しくもあり面白いんですよね。まあ、こういうふうにね、いろんな葉っぱがあって、葉っぱに応じて、またその揉む長さ、蒸す時間というのは変わってくるっていうのが、またね、なかなかその、一筋縄でいかないっていうところが、難しくもあり、面白くもありっていうことで、これ最後にね、これ、バーって雪みたいになってますけども、これはね、お茶のほこりなんですよね。で、これが太陽の光に当たってキラキラっていうのがまたこれ綺麗なんですよね。ぜひですね、そういうふうな、こういうふうなことを見ながらですね、皆さんお茶を飲んでですね、あ、こういうふうにして作っているんだなっていうのを思い出していただけると幸いです。以上、お茶とひとときのコーナーでした。まもなく9時になります。